こんにちは。大豆の翔也です。今回は、この一軒のスペースに、ヒノキ作りの床の間を作っていきます。今回は上品にヒノキ材で床の間を作っていきます。アクセントとしてタモ材を1本使ってますが、その他の材料はヒノキ材です。まず床の間の下の畳寄せを入れていきます。床の間が乗る肝心な土台みたいな感じになりますね。入れ方は普通の敷と全く同じ入れ方です。癖を光って長さを取って、そして入れていきます。敷と違うのは正面だけしか見えないということです。15ミリ下がってますけども、正面と上刃が少しだけ見える化粧の木のことです。大きな寄せになりますけども、これを刻んでいきます。この材は目地もほぞもつけません。綺麗にスカッと切ってやって、両方芋付けで入れていきます。こういうヒノキの木柄の大きい木をスカッと切るのは、この時ぐらいにノコの葉を皿と交換していきます。そしてその切るのでも三方は隅通り切りますけども、真ん中は切った小口がへこむように切ります。押し切りで切った場合はまっすぐにしか切れません。手のこで切る場合はへこめて切ることができます。真ん中がへこんでいれば見える胴突きの分はきれいにひっついてくれます。そういう逃げができるので、自分は手のこで引いてます。そしてこの寄せは畳よりも1センチ上げて取り付けます。床が町が少し柱よりへっこむので、絨毯を引いた場合、戸田を引いた場合に、その部分だけがどうしてもゴミためになってしまいます。ですから、あえて1センチ畳から上げて収めます。では入れていきます。上刃から滑り落とすので、傷がつかないように先水で柱を濡らしておきます。そして一気にはめ込んでいきます。それでは床が町を作っていきます。床縁とも言うんですけども、正面を木使いで使っていきます。正面が木で上刃が正ということですね。これ仏間に使うときは反対になるんですけども、今面を取っている小さいカンナは面台言いまして、面の大きさを揃えて取ることができるカンナです。このように大きな面をきれいに揃えて作る場合は便利な道具ですね。面は大きく取ってやります。上刃の面はきれいに45度に取ってやって、下刃の面は勾配をぬるく正面の見つけが大きくなるように取ってあります。自分はこの由来はわからないんですけども、昔からこのような形をしてますね。今回は仕上げガンナの刃が丸かったですね。ガンナくずがネズミの尻尾みたいですね。続けて玉縁の材料も作っていきます。この玉縁はあえてタモ材で作ります。総ヒノキで作っているので全体が真っ白に仕上がります。ですから玉縁だけをあえてタモ材を使ってみようかな。玉縁とは床縁の下に入る小さな材料です。玉縁っていうくらいですから、正面は半丸状態に仕上げます。これで床縁玉縁できました。
では取り付けていきます。玉縁は長さを切ってはめ込むだけです。そして最初には取り付けません。一旦定位置に仮置きしてやって、その上に床がまちを移していきます。柱に床がまちを移す場合は必ず両端を2センチぐらい切って、その切れ端で形を移していきます。寸法だけで差し金で隅をしてもなかなか合いません。現物を写し取ってやるのが一番綺麗な仕上がりになります。大工仕事で柱にいろんな材料を彫り込む仕事があります。でも床縁がやはり一番彫りにくいし大変です。というのは上と下に面が取ってあります。ただこの面を取ってあるだけで隅っこまで幅広いのみが使えないということです。上の面を彫るときは一番小さな一部のみ3ミリしかないのみで最後は彫って仕上げます。ですから本当に彫りにくい材の一つですね。知り合いの大工さんに照明器具を教えてもらったんですけども、ネットで調べてビルディで買ってみました。この頃もう暗いとね目が見にくくなりまして、この照明器具なかなか形もユニークで結構明るいです。これ当たり商品かもしれませんね。よし、できるぞ。床がまちを入れる前にジータとかまちのつき具合を見ます。仕事台の上で刈り合わせをしてみます。かまちだけを先に仕込んでまいりますと、ジータが厚みがごつくて重いのでひっつけるのに大変です。腰も痛くなるでしょうし、下手するとぎっくり腰になりそうで、とにかく足場のいいとこで仮にひっつけてやって、そしてかまちだけを最初に取り付けていきます。ここで難しいな、あそこやったら難しいな。案の定かまちにジータひっつけるのに10回ぐらいは削り直しました。10回も現場へ持ってってたら柱も傷つきますし、本当に腰をやってまいります。それでは収めていきます。ここで初めて玉縁を入れていきます。玉縁はボンドをつけて置くだけです。その上へまたボンドを塗るんですけども、床がまちで押さえるようにつけていきます。このボンドは適量に塗ってるつもりなんですけども、いつも多めになってしまいます。でも実際はみ出るぐらい塗らないとなかなかピタッと全体にボンドが行き渡らないので、拭き取るのは覚悟で塗っています。床縁の前面は柱の前面から18ミリ入れて貼ってあります。玉縁の位置は床がまちの大きく取った面と丸く取った角が合わすっていうことですね。髪の毛1本分の微調整は後ろから矢を打ってやって調整します。
ジータを収めるレダーを打っていきます。レダーもスカッとプレーナーを通してあります。ジータはボンドとビスでこのレダーに貼り付けるように取り付けていきます。それではジータ2枚を1枚に剥いでいきます。プレーナーでそばはスカッと削ってありますから、スッと削ればひっつくのが当然なんですけども、こうひっつけてみるとなかなか合わないのが現状です。今回の剥ぎ合わせはボンドだけでなくボルトを4本中入れてやります。絶対離れないように思いっきり締め付けます。少し厄介なんですけども、ボンドとボルトで剥ぎ合わせていきます。それではボルトの穴を開けていきます。切りは 9mm ボルトに対して少し余裕のある 10.5 で上げています。こういう風にお互いにボルトを通してやってキーの中で締め付けてやる、一般に桜ボルトって言ってますけども、材料を横に剥ぎ合わす場合とかハマチを小口に長く継ぎ足す場合に主に使っています。この継ぎ手の嫌なとこはキーの中間に座金とナットをかける穴を開けなきゃいけないってことなんです。厚みがある場合はいいんですけども、厚みが薄い場合は中間に穴を掘るのは特に慎重に掘らないと、もし出たら元も子もありませんから。今これ 30mm の切りで開けてますけども、この材料の3分の2ぐらいの深さを開けていきます。化粧の材料に裏からのみで穴を開ける場合は必ず表面に1枚火を当てて掘ります。この場合は代わりばんこに裏に引いて掘っていきます。穴が掘れたので板を仕上げて剥いでいきます。2枚剥いでから削ってもいいんですけども、これだけの幅の板を剥いでしまうと仕上げるのに手が届きません。ですから1枚ずつ仕上げてやって、そして剥いだ後に継ぎ手だけを少し手直しして仕上げていきたいと思います。ボンドは普通の木工用ボンドを使用します。速乾性のレタンボンドで剥ぎ合わすとひっつくのはもう素晴らしくひっつくんですけども、ボルトを通して締めてやってとてもそういう時間はありません。すぐ固まるので、やはりこういう細工をする場合は木工用ボンドが一番適していると思います。両端をクランプで仮締めしてやって、そしてボルトを締めていきます。穴が小さかったのか指が太すぎるのか、なかなかこのナットが合わしにくいです。2枚の板がズレがないように両端でビスで留めます。そしてこの真ん中もズレがないのを確認してボルトを締めていきます。このボルトはいくら締めてやっても締めすぎたということはないので、思いっきり締め付けてやります。
裏側でどうしても仕事をしているので、この上刃が少しだけずれてしまいます。そのずれをカンナで直しておきます。それではジータを収めていきます。なかなか1枚にしたので重いです。厚みも5センチあります。結構重量あるでしょうね。でも2人ですから楽に入れることができました。ジータは奥からしっかりと前に送り込みます。オーバールで力いっぱいこじてやって、そしてくさびで前へ送ります。ジータとカマチのひっつき具合が一番重要なポイントになってくるので、ここだけはしっかりとくさびを打って前に送り込んでおきます。そしてつっかい棒で上からの圧をしっかりとかけておきます。はい、こんにちは、父親です。それでは大嫌いな縁の下です。自分はこの縁の下が苦手で、狭いとなんか気分が悪くなるんです。でもそんなことは言ってられないんで、しっかり最後のボルトを締めてやって枝にビス止めしていきます。そして小口の割れ止めをしっかりしておきます。最初に塗ればもっと楽に塗れるんですけども、これを最初に塗ったらもう持つこともできません。ですから今の状態でしっかりと塗っておきます。これで床のジータが入りました。しっかりと養生して今度は天井をやっていきます。それでは天井をやっていきます。まず回り縁の受けになるつも板を最初に入れていきます。せっかくの一見の床の間なので、正面に三幅吊りをつけていきます。三幅吊りとは掛け軸が3本吊れる金具をつけることです。1幅もあれば2幅もあります。ですから両側の軸掛けは2幅3幅に対応して左右に動きます。大変厄介なんですけども、やっていきます。この両側の軸掛けが厄介なんですけども、軸掛けの上に長い座金を置いて割りピンをはめます。割りピンがなかなかはめにくいです。そして中央に軸掛けを1本固定してやります。床の間の天井台は杉の無地の囲い板ですね。和室と同じものを買っていきます。小さな狭い天井ほどなかなかしにくいものです。
天井ができたので壁をやっていきます。その前に雑巾釣りを先入れします。雑巾釣りの場合は後にも先にも入れる方法はあります。今回は先に入れて下地をしてボードを貼っていきます。これでヒノキ作りのところができました。もう綺麗すぎて怖いくらい上品に仕上がりました。このまんまの色で3年5年折ってくれると嬉しいですね。このところにはやっぱし100万ぐらいの壺を飾ってほしいですね。以上、大工のしゃべでした。